運ぶと結構尻尾が揺れるんですね。では本日第2回目のあんこう吊るし切り、まもなく準備が整います。さあ運んでくださいまして、雪上ステージのもとにあんこうが到着いたしました。 9.55kg と出た。水切りが甘かったら 9.56 だったかもしれません。 9.55kg のあんこう整いまして、ではあんこう漁師の木下さん、ご指導よろしくお願いいたします。大石さんのもとに届くあんこうがこちらに届きました。本日第1回目は今目の前にいらっしゃるあんこう漁師の木下さんがこのあんこうをさばいてくださったのですが、なんと本日2回目、この風間浦のあんこうをさばくのは風間浦村観光大使の原田さん、あなたにあんこをさばいていただきましょうということに先ほど決まりました。どうぞ。正直私もこのようなあんこをさばいたことはありません。女性があんこをさばくのかと思ったら、なんと原田さん何を持ってきたんですか？ちょっと家にあった軍手と普段さばいてるんですけど、家にあったハサミを持ってきました。普段ハサミでさばくのであんこを。ちょっとびっくりしました。地元風間浦の人にも聞いてみたい。キッチンバサミであんこをさばいたことがある人、はい。原田さん珍しい人みたいです。本当ですか？自分ではよく10キロとか山口さんに送っていただいてお家でさばいて五所川原で振る舞ってるっていう素晴らしい観光大使ですね。風間浦出身で。では旧姓異国間の越前さん、では女性がさばくにあたって木下さんからちょっとアドバイスってありますか？アドバイス普段からさばいてるとか言ってますしね。どうぞ。これが風間浦の漁師だ。気持ちがいい。では原田さんどうぞっていうことなんでいいでしょうか？はい、じゃあやらせていただきますそれでは風間浦村の観光大使原田さんによりますあんこうの吊るし切り。エールをありがとうございます。本当にキッチンバサミ？本当だ。そこでさばくとお腹の内臓をかぶるらしいっていう話が聞こえてきました。立った状態で。私いつも折衷切りなんですよ。で吊るし切りをやるのはちょっと初めてだったので今ご指導いただきました。ご指導のもとやらせていただきたいと思います。ちょっと待ってね、折衷切りとか普通に言ってますけど、それ全国的に共通な言葉じゃないですからね。折衷切り知ってる人はーい。あれ知らない人はーい。はい、知らない人がいっぱいいたので原田さん切る前にって言ってる間に切ってる。もうすごいです。いいです。ゴーがかかったら切れる状態で刃を入れた状態です。折衷切りについて一言ご説明いただいていいですか？そうですね、今年は雪が少なかったので雪をかき集めて五所川原の方で折衷切りさせていただいておりました。いわゆる雪を集めて雪を台にして雪の上で吊るすんじゃなくて置いた状態であんこをさばくっていう折衷切りなんですけど、今回は吊るし切り。木下さんこれで大丈夫そう？大丈夫です。それじゃあ私もうこの状態で中腰のまま待たせるの申し訳ないので GO でございます。お願いします。そこから穴からちょっとキッチンバサミを入れてチョキ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 、これ皮を中から出てきます。これ皮だけじゃなくてちょっとその内側まで内臓がポロンと出てきました。木下さんが言いました。水入っちゃう。これは何かというよりは水が入っているという状態でよろしいでしょうか？海水がなので、もしハサミでここにブツッといくともう水だらけにビシャーってなるわけですね。でも原田さんは上手にこれビシャってならない感じにしました。原田さん慣れてないかもしれないけど何をしてるかとかどうしてるかとかって原田さんにマイク向けて大丈夫？大丈夫です。あんこうの7つ道具を今分けて取ろうと思っています。肝、はい、あん肝普通に
いつもやってますっていう雰囲気が出てますね。はい、これが大石さんのあん肝です。はい、続いて次は胃から小腸大腸取り出そうかなと思ってます。なんか普通に五所川原の家に風間浦から10キロのあんこうが届くってさっき喋ってましたからね。このサイズに驚かずにどんどんやってる感じが私としてはびっくりなんですけど、多分原田さんにしてみればいつも通りな感じでちょっと生まれて初めての吊るした状態っていうだけなんだろうなと思いますけど、このさっきは包丁さばきって思ったんですけど、今回はハサミさばきに全く迷いがない。でも折衷切りと吊るし切りだとやっぱりちょっと違うのかな。原田さんどうですか？ちょっと違いますね。ちょっと私やりにくいかもしれません。そうですね。にしてもスルスルやってますよね、木下さん。はい。まあハサミ使うので下の方がやりやすいですでしょうね。ハサミと包丁だとっていう、またその使い方にもよるんでしょうけどね。でもすっかり1回目とまた違うさばき方するから、見る人にしてみれば勉強になりますね。これどうします？まずこれ水取りたいですね。どれって、さすが漁師の木下さん。逆さまにするだけで海水ピヨーンと出ちゃうんだ。そうですね、つながってますねって木下さんの動き見てる間に原田さんがどんどん進みます。はい、今のこの作業はこれは皮を次を取ろうと思います。あんこうの皮は美味しいですよね。そうです。お家で五所川原でよく友あえ作るんですけど、やっぱり皮が一番いいですよね、コラーゲンに。でも五所川原の人ってあんまり自分であんこをさばいたりとか食べたりとかないでしょ？そうですね、ないのでお家に来てくれて、ちょっとあんこ鍋と友あえ食べたいなって言われたら、その人の分まで作っちゃいますね。そういうことになりますよね。こんな風にしてあんこうのお腹が空洞になった状態、スッとさばきながら、やっぱりハサミで切るより包丁で切った方が切りやすいんじゃないかって見てて思ったんですけど、どうですか？そうですね、ちょっと包丁借りてもいいですか？もちろんですよ。ただ私が言うのもなんですが、よく切れる100均の包丁らしいですよ。大丈夫です。私の家の100均の包丁いいですね。切れます。すごくよく切れます。本当にすごくよく切れて、ちょっとキュ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 って切れ目を入れるだけで皮ってペローンといくんですね。そうです。でもちょっと漁師さんからすれば、いや雑なやり方だなって思われてるかもしれません。ごめんなさい。いやでも逆にね、皮むくのって女性どうなんだろうって思ってたんですよ、木下さん。皮むくの難しいですからね。だし本当に小言があって、上手にやらないとこれ中の方の離してしまうと皮が剥ぎづらくなる。じゃあ本当に顎って言っていいのかな、その下の歯の下のところの皮をヒュッと剥くのはやっぱ上手にできた方がいいですよってことか。はい、本当に皮だけを切れ目入れて剥ぎ取る。それを上手にできないと後で手間が何倍にもなります。逆に折衷切りをいつもしているからこそ、吊るし切りの手順とかがどうなのかなって考えながらやってらっしゃるのが伝わってくるんだけど、いやー、全部やっても大丈夫ですけど、途中で木下さんに変わっても大丈夫ですよ、原田さん。ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ変わらせていただこうかなと思いますが、どうでしょうか？共同作業って大好きです、私。共同作業できるととても嬉しいですね。ね、じゃあすいませんが木下さん、続きちょっとお願いしてもいいですか？そういえば皮だけ私があげますか？じゃあちょっと包丁借りる？大丈夫？はい、OK です。今一切れふすってやったら、はい。ほほー、シュ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 って
ハゲるシーン、私が一番よく見えてるんですけど、申し訳ありません。さあ、やっぱりね、こういう皮の剥ぎ方をするにはちょっとコツがいたり、ちょっと力のかけ具合っていうののコツがあるんだろうなってそばで見てて思いますけど、木下さんがやってると全然難しそうに見えないんですが、でもやっぱり皮を剥ぐのっていうのは熟練の技。いやー、途中まで剥いてた前の皮も全部合わせてピローンっていって、これが香川県出身の大石さんの皮です。はい、あとはどうぞ。はい。あとは自由にどうぞって話になったんですけど、自由にって言われてどうなるんですかこれ。自由形で。自由形で、ある意味漁師さんの木下さんのスタイルはあるけれども、決まってるわけでもない。いや、ちょっと休憩したらすごいさばきが早くなってるんですけど、原田さん。切れ味がいいですね。切れ味がいい包丁だそうです。いや、太い骨もチャックチャック切れてしまって、でやっぱり木下さんとさばき方が違う。でもそれでもスス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 っていう皮以外の身や骨は女性でもスススッと切れちゃうんだなっていう、そんなに力がなくても大丈夫なんだろうなっていうのは見えました。で、身のところも剥いでってますけれども、吊るし切りだからやっぱり折衷切りをしてるからには、あんこうがちょっと動きすぎるとやりにくいって部分があるんでしょうね。それを分かって木下さんがしっかり抑えてくださっております。そして木下さんの向こう側には原田さん、原田さんの向こう側には香川の大石さんが立っている。今日お持ち帰りになる人がすぐそばで見守ってくださる中、こんな風にさばいていらっしゃる原田さんが結構真剣なのでマイクを向けることに躊躇している司会者なんですけど、どうですか？大丈夫ですよ。向けてください。質問があれば。質問があればですか？今どんな気持ちでさばいてますか？オペをしてます。オペをしてます。あ、そうだった。あなたの本業は看護師さんでした。医者ではないですけれども、でもその気分ですということでね、オペのお手伝いをする側ですけれどもね。でもいつもさばいているあんこを、今日のあんこはさばきながらいかがでございますか？さっきもちょっとさばきたくなりましたっていうことで急遽やらせてもらったんですよね。なのでやっぱり楽しいですね。あんこをさばくのは楽しいそうです。1回目さばくのを見ていて自分でさばきたくなってしまったということで、2回目このようにさばいておりますけれども、包丁を使っていたはずの木下さんが今度ハサミを使ってちょこちょこさばきやすいようにサポートしているのを見てしまいました。というところで、そのさばいている2人の横でただ立っているだけのあなた、先ほど重さを測るときにずっと持っていてくださったあなた、今日一日はあなたにとってどんな日ですか？そうですね、今日は村のあんこう感謝祭ということで、あんこうに感謝しながら一日を過ごしていきたいと思います。まさか僕が向けられるとは思ってなかったという戸惑いたっぷりのお答えありがとうございます。素晴らしいと話している間にだいぶさばかれまして、さっき1回目で教えていただいた第2の口とかね、そういうあたりの硬いところとかを、でも木下さんよりやっぱり原田さんさばくと部位の一つ一つが大石さんのためには良かったかもしれないです。細いですね。ですね。あんこうの解体って別になんとか流とかそういう風にはないんですけど、本当にさまざまばらし方が違くて、すいません、動いたって言ってるんですけど、この動いたは生きてるっていう意味の動いたに聞こえなくもないぐらいの動き方でしたけど、さっきまで動いて？さっきまで生きてたやつですからね。大きく真ん中のところもザクッといきまして、今ほっぺのお肉をハサミが、キッチンバサミ木下さんのとこ行きます。包丁入れてみて、これここシュッと入れれば縮まるんだよ。このほっぺの肉を。
う縮まっていく。これイギデルしてこう縮む。だしさっきまでイギデル出してこの身もこう持ってればドクドクなってる。それはさばいた人しかわからないですね。生きてた身だからさばきながら魚体がドクドクしてるのを指先に感じるそうです。なおかつ包丁を入れてヒュッてその骨の部分から身を切り離すと身がキュッと縮まるっていうのは生きがいいからっていうところを今2人で解説しながらしてるのを私は横で聞いておりました。いやー、1回目より2回目の皆さんがまた学びが多いこの吊るし切りになりましたね。死んだようでも2日3日してもまだあんこ自体はイギデルんですよ。それが出荷されてってよく要はぬめりが出て白くなった状態、あれって死んだ後にストレスを感じてなってるわけで、なので3日とか経っても生きてるっていうのはあります。確かにスーパーとかで見るあんこってもっと白いんですよね。こんなに透明感がないっていうか、見る色が違うなと思って私も吊るし切り見てたんですよ。皮に本当にぬめりが、死んだ後すごく出てくるので、血抜きとか神経締めとかするとそれがなくなる。なんですね。で、原田さんがまだまだ格闘しようとしてるんですけど、どうですかね、木下さん、ここまでになりましたが。これを落としたいんだね。はい、では木下さん、最後の仕上げお願いします。そう、木下さんはビニール手袋、原田さんは軍手。でも家でやるとき軍手でやるんですもんね。そういうことなんですよね。というところで、はい、どうぞ。気をつけてね。あれやろ、そういうとこ入るところと入んねえところが、包丁を当てると入るところと入らないところのなんかコツがあるらしく、おっと、そして木下さん包丁を持ってシュッとやろうとして、パキッてあっという間、パキッといって、なんか漁師の威厳最後に出しましたみたいな感じで。ということで以上で大丈夫でしょうか、木下さん。はい、大丈夫です。原田さんに一言お願いします。これからも私に負けないで1000匹以上解体するように頑張ってください。では今回皆さんの前でご披露いただいた原田さんから一言どうぞ。やっぱり魚さばくのは楽しいですね。皆さんもぜひさばいてみてください。ということでありがとうございます。このまま 9.55 キロの風間浦のあんこを香川県から青森市にお仕事に来ている、今日は広島のお友達とやってきてくれた大石さんに贈呈です。大石さんどうぞ。くじも欲しいそうです。全部欲しいそうです。青森の寿司屋とか持ってったら大変なことになります。これ大変。さあ、それではお友達、広島のお友達、この贈呈式撮影、大丈夫ですか、木下さん、持てそうですか。ちょっと拭きますか。大丈夫ですか。拭いた方がいいです。スタッフすぐ来ました。素晴らしい。ちょっと拭かせていただきます。本当に意義のいいの持って、これ受け取って風呂入って戻って鍋食べで最高だね。今回初めてですか、あんこう祭り感謝祭。私は初めてです。彼は去年ふのりに体験に参加されたみたいですけど、素晴らしいですね。はい、それではお待たせしました。おめでとうございます。香川にもぜひ風間浦のあんこうの魅力を広めてください。おめでとうございました。はい、では雪上ステージ気をつけて。ではお付き合いいただきました皆様ありがとうございました。以上第2回目のあんこう吊るし切りでした。お疲れ様でした。